こんにちは、ソフィアです。今回は2023年9月24日にオープンしたばかりヒルトン横浜のオールデイダイニングパレードにて行われているデザートビュッフェに行ってまいりましたので、そちらの様子をいち早く超速報でお届けしたいと思います。実はね、宿泊の予約は来週しているので、次の動画ぐらいでヒルトン横浜宿泊動画上げられる予定なんですけれども、その時にこのねデザートビュッフェの様子も織り込もうかなと思ったんですが、予想以上にめちゃくちゃ良かったので、これはもうこれだけで動画にする価値あるなと思ったので、ちょっと短めの動画になりますが、とっても良かったのでデザートビュッフェの様子皆様にシェアできればなと思います。こちらのオールデイダイニングパレードはモーニング、ランチ、デザート、ディナー、一日中ホテルメイドの美味しいお料理を好きなだけ食べられるビュッフェスタイルで提供しているレストランでございます。デザートビュッフェの時間帯は15時、午後3時スタートの2時間制となっております。お料理の提供は16時30分で終わってしまいますが、時間は十分にありました。とってもお腹いっぱいになりました。で、今ね店内の様子ご覧いただいておりますが、いくつかのエリアに分かれていて、とっても広々として素敵な空間でした。朝食もこちらでいただけるんだって思うと、朝からとっても気分がいいなと思います。気になるお料理台のエリアはこんな感じになっております。縦3列横2列くらいにお料理のアイルがあるので、とってもね取りやすいというか動きやすい動線になっている気がしました。お料理台広すぎるとねうろうろしてすごい時間かかっちゃうんで大変なんですけど、とってもコンパクトにキュッとまとまっていました。私のお席から見た店内はこんな感じでございます。それではお料理台じっくり見ていきましょう。お写真撮っていいですかって聞いたら、もうどうぞどうぞってめちゃくちゃ歓迎してくださったんで、遠慮なく撮らせていただきました。まずですね、一番奥、こちらにはライブキッチンがありまして、先ほどご覧いただきましたハワイアンパンケーキ、そしてこのモンブランですね、絞りたてふわふわの軽い口当たりのモンブランを一つ一つ盛り付けてくださいます。こういうね絞りたてモンブラン専門店があるくらいなのに、まさかデザートビュッフェで作ってもらえるなんて思っていなかったので、すんごく嬉しかったです。はい、出来上がりました。ライブキッチンの目の前には軽食もかなりしっかりめに揃っていました。自家製パスタやカレーが2種類、そしてこの揚げたてカレーパンがめっちゃくちゃサクサクそうで絶対美味しいだろうなって思ったんですけど、これ食べたらもう一発でお腹もう終了って感じになりそうだったんで、ちょっと食べられなくて残念でした。で、タコスやアヒージョなんかもあって、あとはあると嬉しいミネストローネですね。では行きますよ。ここからもう一生分の糖分をご覧に入れたいと思います。まずはこの立派なアントルメがございます。好きな大きさにカットして持っていくことができます。グラスに入った色とりどりのゼリー、そしてその間に並べられたロールケーキたちも本当に丁寧に作られてるなっていうのがよくわかります。お隣の台にはあらかじめ小さくカットされた定番のケーキたちが並べられておりました。紅茶のケーキ、ショートケーキ、ツヤツヤが美しいオペラの3種類が並んでいて、何も考えずに一つずつとりあえず取ってしまうのが幸せへの近道ではないでしょうか。こちらは小さなグラスデザートや一口サイズのムースやプリンなどのコーナーでございます。見た目にも本当に可愛いですよね。手前からヨーグルトムース、チョコレートムース、ピスタチオのムース、マロンムース、そして一番奥はですね、なんだっけなこちらはタルト系が並んでいますね。で、左半分はプリンが3種類、かぼちゃとマロンとプレーンのプリンが並んでいました。口当たり滑らかからサクサクまでいろいろ揃っております。そしてお口直しにぴったりなフレッシュフルーツも大きめにカットされていて、とっても新鮮さがあふれておりました。そして意外とこういうのも取りたくなる焼き菓子コーナーですね。パウンドケーキもしっとりしてそうで美味しそうでした。で、こちらがですねシュガリーコーナーですね。パートドフルーやマカロンなどグラニュー糖をふんだんに使って一口で幸せになれるお菓子たちでございます。
でその横はですね、マフィンやドーナツなど小さなお子様も気軽に手で持って食べられるようなお菓子も揃っておりました。壁際にはバゲットなども置いてありました。でこのジャムのコーナーはですね、これ見てください、ハニーコーム、蜂の巣が展示されていました。でドライフルーツ見たことないぐらいいっぱい置いてありました。そしてデザートビュッフェであるとホッとできるサンドイッチですね。ミックスサンド、卵サンド、ツナサンドの3種類、ピクルスやオリーブもありますので、甘い、しょっぱい、酸っぱいで無限ループが完成してしまいます。サラダもございます。でお飲み物は紅茶やハーブティー、エスプレッソマシーンで作るカプチーノやカフェオレ、そしてフレッシュジュースやホットコーヒー、ミルクなどなどとっても充実していました。で私が取ってきたのはまずこちらですね。私やっぱりムースとかプリンとか好きなんですよね。デザートビュッフェって意外とそんなに食べられないっていうのはもういい大人なので経験則からよく理解しておりますので、もうね厳選してこれ絶対食べたいっていうのを選んできました。もう一軍中の一軍ですね。先ほどお値段情報を伝え忘れてしまったんですが、15時から17時まで最長2時間滞在することができて、大人1人6000円、消費税サービス料込みのお値段となっております。6歳から12歳までのお子様は1人3000円、5歳未満のお子様はただ0円となっておりますので、これ考えようによっては結構コスパいいんじゃないかなと思いました。で第2弾を取りに行ったんですが、私がうろうろしてたら、係のお兄さんがお声をかけてくださいました。でこのケーキもったいなくて切れないって言ったら、私が切って差し上げましょうとよそってくださいました。ただね、置いてある器具だとちょっと切りにくくて、よそう時事故ってしまったので、ちょっとなんかくしゃくしゃってしてますけれども、味は一緒なのでそのままいただいちゃいたいと思います。マロンプリンはとっても秋らしいお味、オペラは艶が美しい、パートドフリー、これ結構好きなんでございます。砂糖を感じられるお菓子、最高です。考えてみたら私デザートビュッフェってあんまり行ったことないなって今更思ったんですけれども、横浜で、毎日予約すれば行けるデザートビュッフェって考えてみたらあんまりないんじゃないかなと思いましたが、皆さんなんかおすすめありますか？私はね結構この楽しさにハマってしまいそうで怖いです。で甘いのときたので、次しょっぱいのいきますよね。ミックスサンドとパスタ、ピクルス、生ハムとサラダ、そして湘南ゴールドを使ったドレッシングをかけてちょっとさっぱりめなお皿を作りました。であると嬉しいミネストローネですね。あとはちょっと酸味の効いたお茶を入れております。このねミックスサンドがちょっと意味わかんないぐらい美味しかったんですよ。皆さん食べてみてください。他にも食べたいデザートいっぱいあったんですけれども、もう全然手がつけられませんでした。今度はね誰かのお誕生日とかなんかプレゼントに人を連れてきたいですね。でそのね一緒に来た人がわーって言ってるのを見て、でしょみたいな謎のドヤ顔を決めたいと思います。私は何もしてないんですけれども、あとは夕方から K アリーナでイベントやライブがある時にここでランチ兼お茶をしていくっていうのもすごい楽しいんじゃないかなと思いました。お店の方曰く今はまだとっても空いてるそうなので、この動画をご覧になった方はぜひ皆様がねここのお店の良さに気づく前にいち早く行ってみてください。今日もね3組ぐらいしかいなくてとっても空いてました。それでは宿泊動画はもう少々お待ちくださいませ。またね。